2026年4月、チェコの小さな町クトナーホラにある骸骨の教会で実際に起きた出来事だ。私はその日、閉館時間を過ぎていることに気づかなかった。気がついた時には、扉は閉まっていた。外からは鍵がかかっていた。そして私は、数万体の人骨で装飾されたその礼拝堂の中に、たった一人で取り残されていた。最初の数分は、ただ焦っていた。係員を呼ぼうとした。声を出した。しかし誰も来なかった。照明が落ちていった。ゆっくりと、一つずつ、完全な暗闇になるまで、そう時間はかからなかった。その時だ。音がした。骨と骨が、触れ合うような音だ。風もない。振動もない。それなのに、確かに聞こえた。私はスマートフォンのライトをつけた。天井を見上げた。あの有名なシャンデリア。人骨だけで作られたシャンデリアが、かすかに揺れていた。揺れているのは、それだけではなかった。壁に刻まれた骸骨たちの影が、私の動きに合わせて動いていた。私が左に動けば、影も左へ。私が立ち止まれば、影も止まる。しかしほんの少しだけ、タイミングがずれていた。まるで誰かが私を真似ているかのように、90分後、ようやく外に出ることができた。安堵した。深呼吸した。記念に、と思って自分の顔をカメラに向けた。シャッターを押した。写真を確認した瞬間、私は声を失った。私の背後に何かが映っていた。それが何だったのか、なぜその教会でそんなことが起きたのか、すべては、まず私がどんな人間で、なぜあのクトナーホラにいたのかを話してからでないと、伝わらないと思う。次は、あの日までの私の、ごく普通の日常の話をしよう。私の名前は、ゆうきだ。28歳。フリーランスのグラフィックデザイナーをしている。東京の小さなアパートで、一人で暮らしている。仕事はパソコンさえあればどこでもできる。だから私は、年に一度か二度、長めの旅に出る。それが、私にとっての唯一の贅沢だった。2026年4月、私はチェコにいた。プラハから電車で1時間ほどの小さな町。クトナーホラ。観光のために来たというより、半ば衝動的に来てしまった。というのが正直なところだ。きっかけは些細なことだった。締め切りが重なって、2週間ほど部屋にこもりきりの日々が続いていた。画面を見続けて、目が痛い、頭が重い、何かを感じる力が、少しずつ鈍くなっていく気がしていた。そんなある夜、何気なく SNS をスクロールしていたら、一枚の写真が目に留まった。薄暗い地下空間に、無数の骨が積み上げられている。天井からは、人骨で作られたシャンデリアが吊るされていた。思わず、指が止まった。これは、本物なのか、調べてみると、確かに実在する場所だった。チェコのクトナーホラにある、セドレツの骨堂、数万人分の人骨で内部が装飾された、礼拝堂だ。中世のペストや戦争で亡くなった人々の骨が、今もそこに収められている。怖いとは思った。でも、それ以上に、何かに引き寄せられる感覚があった。うまく言葉にできないが、行かなければならない、という気持ちが、静かに胸の中に湧いてきた。その翌日には、もうフライトを予約していた。我ながら、随分と思い切りがいい。友人に話したら、正気か、と笑われた。でも私は、笑えなかった。プラハに着いたのは、4月のある朝だった。空気は冷たく、空は薄い灰色だった。石畳の街を歩きながら、私は少しだけ、日常の重さが剥がれていく感じがした。クトナーホラへ向かったのは、到着から2日後のことだ。電車の窓から見える風景は、穏やかで、静かで、どこか夢の中のようだった。まさか、その日の午後に、あんなことが起きるとは思ってもいなかった。納骨堂に足を踏み入れたのは、閉館の1時間半ほど前のことだった。あの時の私に、一つだけ言えるなら、もう少し、早く出ておけ。でも、そう言っても、きっと私はあの場所に泊まり続けただろう。それほど、あの空間には、人を引き止める何かがあった。最初に気づいたのは、音だった。観光客の声が、少しずつ遠くなっていった。足音が、消えていった。そして、静寂が、やってきた。普通の静寂ではなかった。壁に積み重なった無数の骨が、その静けさをさらに重くしていた。私はまだ、奥の祭壇の前に立っていた。天井から吊るされた巨大な骨のシャンデリア。その下で、私はただ、見上げていた。
閉館のアナウンスが流れたのは、その直後だった。チェコ語だったので、最初は何を言っているのかわからなかった。でも、スタッフの姿が見えなくなってから、気がついた。誰もいない。出口の方へ歩こうとした。その時だった。冷気が足元から這い上がってきた。地下に近い構造だから、と思った。石造りの建物は冷えやすい、と自分に言い聞かせた。でも、その冷たさは、普通ではなかった。空調のような、均一な冷たさではない。ピンポイントで、右の足首だけが、異様に冷えていた。気のせいだ、と思った。次に気づいたのは、匂いだった。土と石の匂いに混じって、何か別のものが漂ってきた。古いろうそくの匂いとも違う。花が腐ったような、甘くて重い匂い。礼拝堂の中には、花は置いていなかった。それでも私は、まだ合理的に考えようとしていた。古い建物だから、地下から何かが染み出しているのかもしれない。骨そのものから、何かが揮発しているのかもしれない。そう思いながら、歩き続けた。そして、音が聞こえた。カチッと、小さな音だった。骨と骨が、軽く触れ合うような音。風でも吹いたのか、と思った。でも、窓はすべて閉まっていた。もう一度、聞こえた。カチッ、カチッ、と、今度は、リズムがあった。一定ではない。でも、確かに、繰り返していた。私の心臓が、少しだけ速くなった。でも、まだ引き返さなかった。ただの建物のきしみだ。と、古い石造りの建物は、温度変化で音を立てることがある。と、自分に言い聞かせながら、私は納骨堂の中に、まだ立っていた。この時点では、まだ笑える話だと思っていた。帰ったら友人に話そう、とさえ考えていた。でも、次に見たものは、笑えなかった。その光景を、私は確かに、見た。確かに、繰り返していた。私の心臓が、少しだけ速くなった。でも、まだ引き返さなかった。ただの建物のきしみだ。と、古い石造りの建物は、温度変化で音を立てることがある。と、自分に言い聞かせながら、私は納骨堂の中に、まだ立っていた。この時点では、まだ笑える話だと思っていた。帰ったら友人に話そう、とさえ考えていた。でも、次に見たものは、笑えなかった。その光景を、私は確かに、見た。祭壇の右側に、積み上げられた頭蓋骨がある。何百という、骨の集まりだ。私はそこに、視線を向けた。最初は、気のせいだと思った。でも、違った。一つの頭蓋骨が、わずかに、傾いていた。さっきまで、あの角度ではなかった。私は確信していた。なぜなら、入ってから何度もその場所を見ていたから。足が、止まった。息を、吸えなかった。動いた。そう口から出たのは、自分でも気づかないうちだった。声が、石の壁に吸い込まれていった。静寂が、帰ってきた。私はゆっくりと、一歩だけ後退した。床の石が、低くきしんだ。その音に、反応するように、頭蓋骨の列が、揺れた気がした。気のせいだ。そう思いたかった。でも体が、正直だった。膝が、小刻みに震えていた。手が、冷たくなっていた。喉の奥に、何かが詰まったような感覚があった。私は目を閉じて、3秒数えた。そして、もう一度だけ見た。頭蓋骨は、静止していた。やはり気のせいだったのか。そう、自分を落ち着かせようとした。でも、その瞬間だった。天井から、音がした。骨が、何かに触れるような音。乾いた、硬い音、コツ、と、たった一度だけ、私は、完全に動けなくなった。天井を見上げた。そこには、骨で作られたシャンデリアが、ぶら下がっていた。揺れていた。風はなかった。窓は閉まっていた。私は動いていなかった。それでも、揺れていた。ゆっくりと、静かに、まるで、誰かが触れた後のように、体が、石になったようだった。逃げたかった。でも、足が命令を聞かなかった。ただ、見上げたまま、立ち尽くしていた。次に起きたことは、もっとはっきりとしていた。もはや、疑う余地がなかった。それが、最初の接触だった。それが、最初の接触だった。私は、まだその場所に立っていた。地下の礼拝堂、骨で作られた、その空間に、IMG、暗い礼拝堂の中、
ろうそくの残り火だけが照らす骨の柱。人影が見えそうで見えない構図。天井のシャンデリアは、まだ揺れていた。音もなく、風もなく、ただ、揺れていた。私は、目をそらせなかった。その時、だった。視線を感じた。上からではなかった。横から、だった。ゆっくりと、首を向けた。祭壇の横に、積み上げられた頭蓋骨がある。いくつも、主なって、みんな、同じ方向を向いている。でも、その中の一つが、違う方向を向いていた。私の方を、向いていた。IMG、積み上げられた頭蓋骨の列。一つだけ角度が違い、こちらを向いているように見える。心臓が、止まりそうだった。さっき、ここを通った。確かめるように、もう一度思い返した。あの時、全部同じ方向だった。絶対に、そうだった。でも今、あれは、私を、見ている。足が、一歩後ずさった。その時、聞こえた。低い声だった。かすれた声だった。でも、はっきりとした声だった。私の名前を、呼んだ。声が、響いた。石の壁に、跳ね返った。骨の隙間から、染み出るように、もう一度、呼んだ。同じ声で、同じ名前で、頭の中が、真っ白になった。ここは、チェコだ。誰も、私の名前を知らないはずだった。誰も、いないはずだった。叫ぼうとした。声が、出なかった。喉が、干上がっていた。息だけが、荒く続いた。目の前の頭蓋骨は、まだこちらを向いていた。動いてはいない。でも、確かに、見ていた。あれは何だったのか、今でも、答えが出ない。ただ、一つだけわかることがある。あの声は、外からではなかった。壁の中から、聞こえた。骨の、向こう側から、その夜、ようやく外に出た私は、スマートフォンを開いた。その画面を見て、また固まった。あの体験は、礼拝堂の中だけで終わらなかった。日常に、帰ってきてからも、続いていた。あれから、どれだけ時間が経ったのだろう。礼拝堂の外に出た私は、しばらく動けなかった。夜の空気が、肺に刺さるように冷たかった。石畳の上に立って、ただ息をしていた。やっと、生きている気がした。ホテルに戻ったのは、深夜に近い時間だった。シャワーを浴びて、ベッドに倒れ込んだ。眠れると思っていた。でも、眠れなかった。目を閉じると、あの影が浮かぶ。骨の壁が、迫ってくる。壁の奥から聞こえた声が、耳の中で繰り返す。それだけではなかった。翌朝、スマートフォンの写真フォルダを開いた。礼拝堂の中で撮ったものを、確認しようとした。何枚かは、普通に撮れていた。シャンデリア、骨の紋章、祭壇の柱。でも、一枚だけ、おかしなものがあった。私が礼拝堂の出口近くで撮った。自分の写真だ。暗い背景に、懐中電灯の光が反射している。私の顔は、ちゃんと映っていた。でも、私の後ろに、何かが立っていた。人の形をしていた。でも、顔がなかった。輪郭だけが、そこにあった。光が当たっているはずなのに、その部分だけ黒かった。まるで、光を吸い込んでいるみたいに、私は何度も画面を拡大した。何度確認しても、それはそこにいた。削除しようとした。指が、止まった。なぜかわからない。でも、消せなかった。その写真は今も、私のスマートフォンの中にある。それから数日、プラハに滞在した。観光をして、食事をして、普通に過ごそうとした。でも、何かがおかしかった。鏡を見るたびに、背後を確認してしまう。人混みの中で、誰かに見られている気がする。振り返っても、誰もいない。夜、部屋の電気を消すと、息が止まりそうになる。暗闇が、あの礼拝堂と重なって見える。帰国してからも、それは続いた。自分の部屋で目が覚めると、枕元に冷たい空気の塊がある気がした。誰かが、すぐそこにいる感覚。あの礼拝堂に、何かを置いてきた。それとも、何かを連れて帰ってきてしまったのか、わからない。でも、一つだけ確かなことがある。あの場所は、私を解放しなかった。そして今でも、私は問い続けている。あの骨の向こうにいたものは、何だったのか。あの写真に写っていたものは、何だったのか。次回、その正体に、近づく。あの骨の向こうにいたものは、何だったのか。私はその答えを、求め続けていた。
礼拝堂を出てから3日が経っていた。それでも、眠れない夜が続いていた。目を閉じると、あの暗闇が戻ってくる。骨の擦れる音が、耳の奥で鳴り続ける。私はあの写真を何度も見返した。拡大して、角度を変えて、光量を調整して、その度に、胃の底が冷えていく感覚があった。写真に写っていたもの。それは、人の輪郭をしていた。しかし、生きている人間ではなかった。背が低く、丸みを帯びた輪郭。まるで、長い時間をかけて縮んでいったかのような体型。そして何より、目に当たる部分が、ぽっかりと黒く抜けていた。私はその画像を、知人の写真家に送った。彼は長年、心霊写真の分析を趣味としている人物だ。返信が来たのは、深夜の2時過ぎだった。これは、加工ではない。そして、これは生きている人間の反射でもない。彼はそう断言した。続けて、こう書いてあった。この輪郭は、骨格に近い。まるで、肉のない何かが、そこに立っているようだ。私は画面を閉じることができなかった。調べ始めたのは、その翌朝だった。セドレツ納骨堂の歴史を、改めて掘り起こした。この礼拝堂には、4万人以上の人骨が使われている。14世紀のペストで亡くなった人々、フス戦争で命を落とした人々、名もなく、記録もなく、ただ積み重なっていった死者たち。彼らは、弔われたわけではなかった。装飾として、再利用されたのだ。シャンデリアに、柱に、紋章に、もし、そこに意識が残っていたとしたら、自分の骨が飾られている場所に、いつまでも縛られていたとしたら、怒りではなく、悲しみでもなく、ただ、そこにいるしかない存在。私はそれが、あの影だったのではないかと思い始めた。そして、なぜ私だったのか、その問いにも、一つの答えが浮かんだ。私は、閉館後もその場に残った。静寂の中で、一人、その空間に向き合い続けた。彼らにとって、それは珍しいことだったのかもしれない。ただ立ち去らずに、とどまった人間。だから、近づいてきた。答えなのか、それとも思い込みなのか、今もわからない。ただ、一つだけ確かなことがある。あの存在は、まだ私の中にいる。次回、私はあの場所へ、もう一度向き合いに行く。扉を、開けた。冷たい空気が、肌に刺さった。外の光が、目に飛び込んできた。私は、震える手でスマートフォンを握りしめた。90分、あの空間に、一人でいた。ただそれだけのことが、永遠のように感じられた。足が、地面を踏んでいる。それだけで、泣きそうになった。だが、立ち止まった。ポケットの中で、スマートフォンが震えた。通知ではない。自分の手が、震えていたのだ。画面を開いた。カメラロールを、確認した。あの暗闇の中で、無意識に撮っていた写真が残っていた。最後の一枚。出口に向かう直前に撮った。自撮り写真。私は、その画像を見た瞬間、息が止まった。IMG、薄暗い礼拝堂の出口付近。自撮り写真。被写体の背後。骨で作られたシャンデリアの影の中に、人の輪郭のようなものが浮かび上がっている。そこには、私がいた。青白い顔で、カメラを見つめている私がいた。そして、その肩の後ろに、輪郭が、あった。人の形をした、何かが、骨のシャンデリアの影の中に、溶け込むように立っていた。顔は、半然としない。ただ、こちらを、見ていた。私は、その写真を何度も拡大した。光の加減かもしれない。影の重なりかもしれない。そう思おうとした。だが、思えなかった。あの90分間、私は何かに見られていた。それは、ずっと感じていた。近づいてくる気配。自分の動きに反応する影。暗闇の中で聞こえた。骨が触れ合う音。あれは、全部、この存在だったのではないか。2026年4月。チェコ、クトナーホラ、セドレツ納骨堂。私はあの場所で、ただの観光客ではなくなっていた。選ばれたのか、それとも、引き寄せられたのか、まだ、答えはわからない。ただ、一つだけ言えることがある。あの写真は、今も消せないでいる。削除ボタンに、何度も指を当てた。それでも、できなかった。まるで、消すことを、誰かに止められているように。次回、私はあの記録のすべてを公開する。写真、音声、そしてあの夜に起きたことの、最後の真実を。あれから、
何かが変わった。うまく言葉にできない。でも、確かに変わった。チェコから帰国した翌朝、私は普段通りに目が覚めた。カーテンの隙間から光が差し込んでいた。いつもと同じ朝だった。なのに、何かが違った。部屋の隅が気になるようになった。電気を消すのが怖くなった。鏡を見るとき、一瞬だけ目をそらしたくなる。あの礼拝堂で過ごした90分間が私の中に何かを残していった。それは傷ではない。痛みでもない。もっと静かな何かだ。例えるなら、常に誰かに見られているような感覚。振り返っても誰もいない。それでも視線は消えない。IMG。帰国後の自室。暗い部屋の隅を見つめる人物の後ろ姿。友人にこの話をした。最初は笑って聞いていた。でも、あの写真を見せた瞬間、笑顔が消えた。それ、消した方がいい。と言われた。消せなかった。何度試みても、指が動かなかった。まるで、誰かに止められているように、その感覚は今も続いている。セドレツ納骨堂という場所は、もともと死者の骨で作られた空間だ。4万人以上の骨が、あの小さな礼拝堂の中に収められている。シャンデリアも、祭壇の飾りも、柱さえも、すべてが人骨で構成されている。あの場所には、死が満ちている。でも、怖いだけではなかった。不思議と、穏やかな何かもあった。あの骨たちは、静かにそこにあり続けていた。何百年も、ただ、そこに、私が感じた視線も、音も、影も、もしかしたら、怒りではなかったのかもしれない。ただ、誰かに気づいて欲しかったのかもしれない。自分たちがここにいると、忘れないでほしいと。IMG、セドレツ納骨堂の外観、夕暮れ時の静かな風景、帰国してから3週間が経った。夜、眠れない日が続いた。目を閉じると、あの暗闇が戻ってくる。骨が触れ合う音、自分の動きに合わせて揺れた影、そして、あの写真に写っていたもの。それでも、私はあの場所を訪れたことを後悔していない。むしろ、何かを受け取ったと感じている。それが何なのかは、まだわからない。でも、確かに私の中にある。2026年4月、チェコの小さな納骨堂で、私は何かと出会った。次回、この記録のすべてを公開する。写真も、音声も、あの夜に起きた最後の真実も、エピローグで、すべてを話す。あれから、もう少し時間が経った。でも正直に言う。あの夜のことは、まだ完全には終わっていない。眠る直前、ふとした瞬間に戻ってくる。あの骨が触れ合う。乾いた音、暗闇の中で、自分の動きに合わせて揺れていた影、そして、外に出た後に気づいた。あの写真に、写っていたもの。私はそれを、誰かに見せた。最初は笑われると思っていた。でも、見た人は全員、黙った。ただ、静かに画面を見つめていた。それだけで、分かってもらえた気がした。2026年4月のあの日、チェコの小さな町、プトナーホラ、世界中から観光客が訪れる。骨の礼拝堂。私はそこに、一人で残された。90分間、完全な暗闇の中で、怖かった。それは本当だ。でも同時に、不思議と穏やかな時間でもあった。あの空間には、何万もの人たちの記憶が積み重なっている。ただ朽ちたのではなく、形を変えて、そこにあり続けている。骨は語らない。でも、沈黙の中に、確かに何かがあった。私はあの場所を出た時、少しだけ変わっていた。うまく言葉にはできない。でも、何かが確かに、私の中に残っている。それは恐怖ではない。かといって、安心でもない。もっと静かで、もっと深いもの。あなたにも、伝わるだろうか。このチャンネルを最後まで見てくれたあなたへ、本当にありがとう。次の動画では、あの夜に撮影した写真と音声を、すべて公開する。編集なし、加工なし、あったことを、そのまま、まだ、終わっていないから。